皆さんこんにちは、激地です。今回はサイバーパンク2077の最新モッドを紹介していきます。2025年がそろそろ半分終わりかけて梅雨に入ってこれから暑い夏がやってきますが、サイパンのモッドは元気いっぱいリリースされ続けています。正直そろそろ頭打ちな感じもしてくるような気もしましたが、全くの杞憂でした。サイパンのモッダーは頭がおかしいのかと思うほどびっくりするようなモッドをリリースし続けます。彼らには感謝しかないですね。このゲームを遊び続けて本当に良かったと思います。なのでサイバーパンク2077の最新のイカれたモッドを紹介して、このゲームの楽しさを皆様と共有していきたいと思います。それでは早速始めていきます。ではまず1つ目のモッドはナイトラス。モッドも含めたサイパンの全てのビークルにノスを搭載して加速させることができます。ニードフォースピードなどのレースゲームでよく見るあれですね。これがサイパンでも実現してしまいました。ノス発動中は専用のエフェクトとサウンドが再生されてすごい迫力で加速していきます。 NCPD もギャングもびっくりの加速力で爽快感抜群ですね。ノス発動後は画面下のゲージがなくなるまで加速し続けて、ゲージがなくなっても時間経過で回復していきます。ノスのスタートはホットキーを設定して行うことができますが、ゲームパッドの場合はかなり選択肢が限られます。僕は Xbox コントローラーの X ボタン、デフォルトではクラクションを鳴らすボタンですが、ここに設定しています。ノス発動中はクラクションも鳴ってしまいますが、危険をアピールしながらぶっ飛ばせるのでありかなとは思います。そして合わせてビークルモッドも見ていきましょう。一つ目はパガーニ・ウライア、イタリアのスーパーカーですね。オープンカーのパガーニ・ゾンダはすでに最高のビークルモッドとしておなじみですが、このウライアもめちゃくちゃかっこいいです。インテリアもエクステリアもかなり作り込まれた感があって最高ですね。サイパンの中だけでもこの車を所有できることにとても喜びを感じます。2つ目はホンダ S2000、 言わずと知れたオープンスポーツカーの名車です。ナイトシティではこの車を好きなようにカスタムして乗り回せます。しかし改めて考えてみると、サイパンには日本車モッドを作ってくれるモッダーの方が多くて嬉しいです。この S2000 以外にも NSX やスープラやレクサスなど現実世界では手に入れることが難しい車をナイトシティで乗り回せるのはありがたいことです。ちなみにこの S2000 はビークルモッドのカメラアングルを調整できるサードパーソン TPP ビークルカメラツールに対応しています。このモッドは統一されていないビークルモッドのカメラをゲームデフォルトのカメラに近づけるために作られたものです。ビークルモッドがこのカメラツールに対応している場合、モッダーの方が用意したカメラのプリセットが登録されていますので、自動的にカメラアングルが調整されます。また個人で独自のカメラの調整もできます。調整次第ではこんな感じで初期の GTA みたいに見下ろし型のアングルで遊べたりしてしまいます。3つ目はバットモービル BVS アーカイブ XL。 このビークルモッドも素晴らしいモデリングで造形がかなりヤバいです。現実でバットモービルが購入できない方はぜひダウンロードしてみてください。ただ残念ながら一人称視点では運転できません。三人称視点でノスでぶっ飛ばしてバットマンごっこしてください。4つ目は刃草薙 ASM R250。ゲーム内で未完成のまま埋もれてしまってカットコンテンツとなっていた ASM R250 をモッドで復元して使えるようにしてくださったものです。標準的な刃草薙よりもシンプルに見えるのに存在感があってかっこいいですね。実際動かせてみるとさすがに元々は CD プロジェクトで作られていたものだけあって、各社のクオリティは凄まじいものがあります。一度乗っただけで愛車になってしまいました。ではここからはゲームプレイ関連のモッドを見ていきます。最初はベンダー XL。 ナイトシティにオリジナルのベンダーを配置することができるモッドです。モッダーの方々がこのモッドを使ってオリジナルのショップをゲーム内に追加したり、アトリエスターを PC の中だけでなくナイトシティのロケーションに配置することができます。個人的にお気に入りのショップはザ・ユビクエスチョンチビブラックマーケット。ここのショップではバニラに存在するかなりヤバめのアイテムを集めて販売しています。マラコク鏡も販売してますので、現実世界でこういったアイテムの購入を検討中の方はぜひゲーム内で購入して正しい使い方を確認してみてください。
次はネイティブインタラクションフレームワーク。このモッドはかなり画期的なモッドです。自分の好きな場所に座ったり、寄りかかったり、タバコを吸ったりなどのインタラクションを設置できるようになります。普通は座れない椅子などにこのフレームワークを使ってインタラクションを設定することで座れるようになるのでびっくりしますね。設定の仕方は少し難しいですが、一度使ってみて要領が分かれば簡単です。自分の部屋だけでなく、屋外のお気に入りのロケーションや印象深い場所に好きなようにインタラクションを設定してみてください。ナイトシティの没入感をさらに高めることができます。続いてノースオークエクスクルーシブクラブ&カジノレストアド。ゲーム内でノースオークの北に存在するものの使われることなく放置されている謎のカジノに装飾と NPC を配置してファストトラベルポイントも設定して実際にカジノとしての外観と内観を復元させたモッドです。内部はとても豪華な作りになっていておしゃれに配置された多くの装飾が目を引きます。ただ残念ながらギャンブルはできませんのであしからず探索することしかできませんが、とても興味深いロケーションですね。あとこういった場所でも先ほどのネイティブインタラクションフレームワークを使ってインタラクションを配置していけばより面白いロケーションに仕上がっていきます。さらに続いて HQ ホロトラベル。ファストトラベルポイントに表示されるホログラムのデザインをユニークなものに変更して、なおかつ FT ポイントごとにランダムに異なるデザインのホログラムを表示させます。表示させるデザインの設定はネイティブセッティング UI で変更できます。次は NCPD ユニフォーム 2.0。 NCPD の制服のデザインを変更します。カラーも全部で3種類から選択できます。ずっと変わり映えのしなかった NCPD にも新しい制服が支給されてよかったですね。そしてさらに E3 オープンポリスステーション H10 メガビルディングを出てすぐ右手にあるシャッターが閉まっていた警察署に入れるようになります。この場所は当時 E3 のデモで公開されたことがあるものの製品版ではカットされていました。中には駐車場しかありませんがしっかり作られていたのがよく分かって面白いですね。今度はタイガークローズイマーシブ NPC バラエティタイガークローウーマン。タイガークローズの女性 NPC のヘッドメッシュを置き換えて美化します。妙に露骨なアジア人に寄せた顔立ちだったクローズの女性 NPC の雰囲気が一新されて華やかなイメージに変わります。このモッドにはマイコとロクサーヌとタキの顔と衣装も変更するファイルがあります。ではゲームプレイ最後はレインフォースメンツシステム。敵が電話で増援を呼ぶようになります。 NPC の頭に電話のアイコンがポップした時点で仲間に連絡します。呼び出しが完了するとものすごい勢いで増援がやってきます。一度増援を呼び出すと60秒のクールタイムを経て再び増援を呼ぶようになります。もしもこれでも満足できない場合はこのモッドに合わせてナイトシティアライブや They Will Remember なども導入してみてください。ナイトシティがとんでもなくカオスになって面白いです。次は武器モッドを見ていきます。最初はタイガーキャッシュ。3種類のタイガークローズをモチーフにした武器が追加されます。キルカメラはラセツをモデルに魔改造されたライフルです。エイム直後に射撃した場合確実にクリティカルヒットになる特性を持っています。また回避やジャンプ中といったスタント中にヒットさせるとクリティカルダメージが増加します。ハンドガンの武士道は敵を攻撃すると決闘状態になって攻撃した敵への余ダメージと被ダメージが増加するものの他の敵からの被ダメージが減少します。近接武器の鬼ホードは敵を倒すことで回復とグレネードのクールタイムが減少していきます。さらに同じ作者の方のモッドモックスキャッシュ。こちらはモックスをモチーフにした武器モッドです。ギロチンをベースにしたスロッピーセカンズは壁や地面でなく敵にヒットすると長弾します。長弾した弾丸はダメージが下がりますが毒を付与します。アキレスベースのブリッジピッチはヒットさせるとマイクロテーザーを埋め込み発動時に追加ダメージを与えます。2回目以降は発動までの時間が短縮されます。またヘッドショットや弱点へヒットされることでダメージが増幅されます。最後はグランド&バウンド。多分マラコキ鏡がベースになっていると思われます。この近接武器は強攻撃のノックダウン確率が高くダウンした敵への攻撃は確定でクリティカルになります。笑えますね。この方の武器モードはとにかくおしゃれでユニークで素晴らしいですね。
続いての武器モッドはユーザブルアンブレラ。武器というより雨のナイトシティの雰囲気を楽しむアイテムですね。装備すると傘を差して歩くことができます。とても没入感が出ます。もちろん武器としても機能しますので歩行者を殴らないよう気をつけてください。また傘を使ったポーズモッドアンブレラポーズが用意されていますので、傘を差したスクショが撮りたい場合はぜひ両方導入して使ってみてください。では今回最後は武器のアタッチメントです。スタプレッサーパックはオリジナルのサイレンサーを追加します。追加されるサイレンサーにはレア度が設定されていて、レア度に応じてステルスでのダメージとクリティカル発動率が上昇します。そしてぜひ合わせてこちらも使ってみてください。テンパスレガシーサイトパックは3種類のレッドドットサイトを追加します。これでさらに戦術的な戦闘が楽しめますね。ということで今回はサイバーパンク2077の最新モッドを紹介しました。現在サイパンにはマルチプレイのモッド開発が進んでいたり、パッチ 3.0 の噂なども出ていますが、パッチに関しては真相は明らかではありません。ただ細かい修正を含むアップデートは今後も続きそうな気配はありますので気をつけてください。割とありがちなのはタイミング悪くこういった最新モッドの動画を上げた後すぐにゲームがアップデートされるってのが今まで何度もありました。アップデートされるのは嬉しいことですが、モッド導入の際はゲームバージョンと前提要件のバージョンをよく確認して導入してください。ということで今回はこの辺で終わります。ご視聴ありがとうございました。